これからよ。ごめんなさい。大丈夫ですよ。すごいパンチのあることが起こってたので、結婚式っていうか回復復活祭みたいな、そういうイメージを僕は持ってやってました。ちょっと目と目を合わせて違うちょっとごっついっていう感じで結婚式を3月2007年にやったかな、2007年の3月11日にやろうと思ってて、で準備を始めようかなと思ってた3ヶ月前に突然の出来事が起こったので、それを式場の方に言うてちょっと止めてもらうっていうか、まあ8年間も止めてもらったんですけど。目が覚めるか分からんしって、もううちの親はもう別の人探したらいいんじゃないんって言っとって、まあ待ってくれるって言っとって、でもう久しに言っても聞かんから、もう久しのお父さんお母さんにももう他の子を探した方がいいよって、本当にもっと元気な子がおるよ言って、いや僕は待つって言ってくれたのが本当に8年間も本当に待ってくれてありがとうって、なんで待ってたんとかなってよく言われるんですけど、そもそもね8年前そうなる前に一回結婚しようと2人で決めたわけですから、その後結婚式はできなかったとしてもその気持ちはあったんで、待ってたのかなと、支えられたのかなと。本人は、なんとなくここで来たみたいな、待ってくれとったけど、結局8年間待ってくれとって、この人しかなかったんかな。うちらはもう8年だけど、アベールにとっても8年間8年越しの8年越しのずっと日程が決まっていないお客様だったので、メモの情報を見ると何か深刻なことがあったんだろうなと。
という気で手に取ったんですけど、その当時の担当者はもういなくって、その当時の支配人であったりスタッフも全然いないっていう状況下ではあったんです。いつかなと待ちわびていて、西澤さんのファイルがここにあるけどってみんなで話になりつつ、その矢先に西澤さんからご連絡があって「西澤さん?」みたいなそれを見てって復活みたいなお話になりできてくださったんですね。ずっと保管されてました、2人のファイルは。そうそれが多分すごいことだと思う。それはご首脳様が、ゴールを決めなかったからなんですね。まだ待ってほしいって、もうずっと今まで来れたっていうのがありました。待ちわびててよかったです。ご首脳さんのおかげです。頑張ったね。リハビリの先生とかも今日出席してくれてたから、そういう人たちに見せたいっていうのもあったし、お手伝いできたこと本当に心から嬉しく思っております。最後になりますが、美咲さん、舞さん並びにご両家の皆様の末永いお幸せを RBD 迎賓館スタッフ一同心よりご記念申し上げます。本日は誠におめでとうございました。おめでとうございました。ありがとうございました。